皆さんこんにちは、あやこんです。シャイニーが日本で4人でライブをやります。8年ぶりに。8年ってすごくないですか？私がシャイニーを追いかけてきた中でずっと待ってた景色がやっと帰ってきたって感じがしています。でもただやったー嬉しいっていう話ではなくって、これがどれだけ奇跡的なことなのか、そしてなぜ迷ってる人には絶対行ってほしいのか、今日はそこを全部語り尽くしたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。シャイニーは現在4人体制です。ご存知の方も多いと思いますが、今のシャイニーって実は4人がバラバラの事務所で活動しているんですよね。テミンとオニュはそれぞれ別の事務所へ移籍していて、キー君とミノは SM エンターテインメントに残って活動を続けています。これって一見ふーんって感じかもしれないんですけど、4人が集まってライブをやろうとした瞬間にめちゃくちゃ複雑になるんです。スケジュールの調整はもちろん、各事務所との契約交渉、権利関係、そして収益をどう分けるか、特にお金の話って各事務所の利害がぶつかりやすい部分なので、ここの交渉が一番難しいんじゃないかなと個人的には思っています。だから4人でライブやりたいってメンバーが思っても、はい、じゃあやりましょうとはならないのが現実で、それが今のシャイニーを取り巻く状況なんです。ソウルでも4人でシャイニーとして集まってステージを見られるのは今のところ1年に1度だけなんです。シャイニーのデビュー月である5月に行われる単独ライブのみ。それ以外のイベントや音楽番組への出演は一切ありません。これって冷静に考えるとすごいことだと思うんですよね。年に1回その瞬間だけしか4人のシャイニーは見れない。ファンとしてはその1回に全部を込めて会いに行く感じというか、なんかそれだけで泣けてくるんですよね。そして今回のライブ、実はただのライブじゃないんです。20周年に向けた3部作の第1章という位置づけになっています。つまりこれはシャイニーが20周年という大きなゴールに向けて描いている壮大なストーリーの始まりなんですよね。続きがある、まだ終わらない。そう思ったらこの流れに乗り遅れたくないって気持ちになりませんか？私はなりました。シャイニーが単独で日本のステージに立ったのは、メンバーが兵役に行く前に東京ドームで行われた2018年の1日限りのスペシャルファンイベント、シャイニーワールド J プレゼンツシャイニースペシャルファンイベントが最後でした。大阪の SM タウンにも出たけど、あれは単独じゃないのでノーカンで。あれから8年、私たちはソロツアーでそれぞれに会いに行ってきた。オニュのライブに行った。キー君のライブに行った。もちろんそれぞれの世界観があって、トロならではの個性や表現があって、すごく楽しいんです。でも4人のシャイニーはやっぱり別物なんですよね。メンバー同士のケミストリーというか、4人が揃った瞬間に生まれる空気感ってソロでは絶対に感じられないものがあって、あれは経験した人にしかわからない感動だと思っています。そして正直に話しますね。ベルーナドームネックなんですよね。私過去に一度行ったことがあるんですけど、まずアクセスが悪い。そして野外スタジアムに後から屋根だけをかぶせた構造なので、側面が開いていて、風、雨、暑さ、寒さが普通に入ってくる。虫も来ます。そして周辺には何もないので、開園前も終演後も時間を潰す場所がないです。帰りの電車の混雑を経験した瞬間、心の中で二度と来るものかと強く刻んだのは今でも覚えています。でもそれでも行く価値があると思う理由がちゃんとあって、その理由をちゃんと話しますね。まず一つ目、4人が集まること自体がもう奇跡だということ。さっき話したように、今のシャイニーは4人が別々の事務所で活動しています。スケジュール調整、契約交渉、収益分配、それを全部クリアして日本でライブをやろうとしてくれている。これどれだけ大変なことか。メンバー自身がその困難を乗り越えようとしてくれているという事実だけでもう行く理由としては十分じゃないですか。2つ目、次がいつかは誰にもわからないということ。今回実現したからといって来年も再来年もあるとは限らない。それが今のシャイニーの現実で、だからこそ次でいいやが一番危険な選択だと思っています。実際2018年のファンイベントの後もきっとみんな数年以内にまた会えると思っていたはず。でも兵役があって、コロナがあって、事務所の移籍があって、気づいたら8年経っていた。誰のせいでもない不可抗力の8年間だったと思います。今回は日本でもライブをしてくれるけど、来年はわかりません。
だからこそ会える今を大切にしてほしいんです。3つ目、これは3部作の第1章だということ。映画でも3部作の作品なら1作目から見たいと思いませんか？2作目から見ても楽しめるかもしれないけど、やっぱり最初から見ていた人にしかわからない感動や伏線に気づける喜びってあると思うんですよね。シャイニーの20周年プロジェクトもそれと同じだと思っていて、この第1章をリアルタイムで体験した人だけが持てる記憶がある。後からあのライブが始まりだったんだって振り返る日が絶対に来ると思うし、その瞬間に最初からいた自分でいたくないですか？続きが楽しみだからこそ第一章を見逃してほしくない、そう思います。そしてベルーナドームについて、確かに遠い、暑い、虫が来る、デメリットは全部分かっています。二度と来るものかって思ったのは本音だし、その気持ちは今も変わってないです。でも4人のシャイニーが同じ空間にいるという事実はどのキャパでも変わらないんですよ。席が遠くてもステージが小さく見えても、その場にいた自分は絶対に宝物になります。それに思い返してみると、大変だった記憶ほど色濃く残ってたりしませんか？ SM タウンでの雨の中のエビバーでも、何時間もスタンディングで登場を待ったガールズアワードのステージも、あの時は必死だったけど何年経っても大変だったけど最高だったよねって笑いながら話せる思い出になっています。ベルーナドームもきっとそうなると思うんですよね。だからチケットを迷っているなら行ってください。後悔してほしくないから、それだけははっきり言えます。最後にもう一つだけ言わせてください。シャイニーのメンバーそれぞれにいろいろなことがあったことは知っています。4人全員それぞれに大変な時期があって、それでも今ここにいてくれている。正直それだけでもう十分すぎるぐらいで、ライブに行くたびに思うんですけど、あの場所って私たちが精一杯シャイニーを応援するための場所をシャイニーが作ってくれてるんだと思うんですよね。ファンのためにあの場所を用意してくれている。事務所がバラバラで調整が大変で、それでもやってくれる。その気持ちに本当に報いたいなって思います。だから行きましょう。チケット取りましょう。その場所を一緒に満員にしましょう。シャイニーが作ってくれた場所に私たちも精一杯応えたいです。最後まで見てくれてありがとうございました。チケット情報は概要欄に貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。